はい、こんにちは。 DIY でこのような木材をペイントをしてかっこよくすること、皆さんもよくあるかと思うんですけど、購入したばかりの木材に直接ペイントをしていくと出来上がりの仕上がりが悪くなったり、木材に触れた時の肌触りなどもザラザラしたままで、せっかく作っても完成度があまり良くないこともあるかと思います。なので今回は木材をペイントをする時の基礎となるサンドペーパーの選び方や基本的な使い方について解説していこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめにサンドペーパーの種類、これはそれぞれの目の粗さや使い方によっていろいろな種類があるんですけど、サンドペーパーの流度の粗さによって番号が付けられています。こちらの番号は60番という番号が付いてるんですけど、向かって左側よりも右側の方が流度が細かなサンドペーパーとなってます。こうなると番号が100番というサンドペーパーで、流度が粗い方が番号が少なくて、流度が細かくなると番号が増えていくような形になります。そして左から60番、100番、120番、150番、240番、400番と、一番左と一番右では粒子の粗さが随分違うんですけど、このようなサンドペーパーを使い分けるときは、ペイントをする木材の種類や表面の粗さに合わせて番号を選んで使っていくような形になります。例えばこのように表面が粗い木材をペイントの下準備としてサンドペーパーをかけていくときは、最初に少ない数字の粒子が粗いサンドペーパーを使ってある程度表面がフラットになるまでサンドペーパーをかけます。そして次に先に使ったサンドペーパーの番号、これよりも目が細かいサンドペーパー、これを使って徐々にサンドペーパーの目を細かくして、最終的に目標となる仕上がりの番号まで研磨をかけていきます。ただね、通常の DIY ではここまで粗い木材、これは皆さんあまり使われないかと思いますので、ある程度表面が整ったこちらの杉材、これを使ってペイントの研磨がけをやっていこうかと思うんですけど、よーく見るとこちらの木材、これに表面に多少の段差があります。なのでまずはこちらの120番、これを使って表面をきれいに整えて、次にこちらの150番、これを使ってさらに表面を整えて、最後にこちらの240番、これで最終的な木材の表面の仕上がりとしていこうかと思います。このようにまずは120番で研磨がけをしたんですけど、先ほどあった小さな凹凸、これも他の部分と同じように木材表面をフラットな形で研磨をかけていきました。これだけでも研磨をかける前と比較すると、触った時の肌触りも随分変わりますので、全体にきれいに研磨ができたかどうかも触ってチェックをしてみてください。そして次に150番、これで同じように研磨をかけていこうかと思うんですけど、先ほどの120番も次にある150番、最後の240番も必ず木目と同じ方向にペーパーをかけないと木材の繊維を横に切断するような形になりますので、ペイントをするとムラが出たり綺麗な仕上がりができませんので、必ずサンドペーパーを使うときは木目と同じ方向で研磨がけをするようにしてください。このように150番で研磨をかけると、映像じゃちょっと分かりにくいかとは思うんですけど、表面の肌触りも先ほどと随分と変わってきます。そしてペイントの下処理の目標とする240番、これでさらに研磨をかけて、研磨をかける前と比較すると、さらに表面の肌触りが変わって随分と変化が現れてきます。そしてこの状態で研磨をした時に出た表面の粉、これをきれいに落としてペイントをすることが一般的ではあるんですけど、
さらに仕上がりを良くしたいときは、このような霧吹きやウエスなどを濡らした状態で木材表面を均等に湿らせます。そして表面をよく拭いて、木材の表面をよく見ると、映像ではちょっと見えにくいかとは思うんですけど、研磨をした後の木材の毛羽立ちが出てきます。そして木材表面に出た毛羽立ち、これを最後に使った240番、これと同じ番号で軽く落としてあげて表面を整えると、ペイントをした後もさらに綺麗な仕上がりとなります。そして木材表面がきちんと乾燥してペイントをしていくような形になるんですけど、今回は参考として皆さんも DIY でよく使われるかと思います。木目を生かしてくれる木部着色剤水性繊維、こちらを使って先ほどサンドペーパーで下処理をした木材表面をペイントしていこうかと思います。このような形で木目を生かした綺麗なペイントができました。ただね、これだけでは研磨をかける前と研磨をかけた後、そして最後にかけるサンドペーパーの種類、これによって仕上がりの違いが分かりにくいかとは思いますので、こちらは全く研磨をやってない購入したままの状態の木材、次に表面を120番で仕上げた木材、そして先ほどと同様に240番で仕上げた木材、そしてこちらは先ほどよりも細かく400番で仕上げた木材。ここまでは一般的にペイントの下準備として研磨をかけていくサンドペーパーの番号なんですけど、こちらはさらに細かく1000番で研磨をかけた木材。あらかじめこちらの5種類をペイントの下準備として表面と小口の部分を研磨をかけてましたので、表面の仕上がりの違いによってペイントがどう変化するかをご覧いただけたらと思います。Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was このように研磨をしない木材から最終的に1000番までのサンドペーパーで研磨をかけた木材の
5種類の木材をペイントしていきました。そして木材の表面は研磨をしてない木材、これはステインの吸い込みもかなり良くて、色の具合もかなりきつく出たかと思うんですけど、1000番で研磨をした木材はステインの吸い込みもかなり抑えることができて、2つを比較すると木目の出方や表面の多少の色も違いが出たかと思います。そしてこちらの5枚の小口を比較してみると、木材表面よりもステインの吸い込みがいい小口の部分にはかなりの色の差が出たかと思います。そして映像では分かりにくいんですけど、木材それぞれの表面の肌触り、これにも随分の変化が出ますので、皆さんが DIY でこのように着色をしてペイントをしていくときに、木材の種類などによってもそれぞれ変わってきますので、 DIY で制作をするときにこのような端材が皆さんも出るかと思うんですけど、ぜひね、ペイントをする前にこのような端材を使って木目の出方や肌触りなどをチェックして、皆さんの好みの仕上がりにして DIY をさらに楽しんでいただけたらと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。